どうもこんにちは。このお魚、コショウダイというお魚なんですけれども、先日これを3匹まとめて入手したんで、せっかくなら今回は刺身、焼く、煮るといろんな調理法を試して、どれが一番適しているかっていうことを実験しながら、食べていきたいと思います。で、なんでそんなことを思いついたかっていうことなんですけれども、そもそもですね、コショウダイという魚は、こんな感じで60センチぐらいまで育つ結構大きくなる魚なんですよ。でも、私が買ったのは見てもらってわかる通り、かなり小さい、多分半分ぐらいのサイズですかね。でさらに加えてですね、コショウダイっていうのは旬は夏なんですよ。それに対してこれは2月のことでして、旬はかなりしっかり外していると。で確かに思い返してみると、わちは夏じゃないんですが、秋口頃に結構大きめのコショウダイを食べたことがありまして、その時は確かにですね、油も旨味もすごく強いなっていう印象だったんですよ。で、それに対してですね、これは買った日にとりあえず半身を刺身で食べてみたんですけれども、まずいとかってわけじゃないんですけれども、なんかいまいち旨味に欠けるなっていう印象だったわけです。で、どうしようかなと思っていたところにですね、先日お邪魔した川崎南部市場、幸市場の仲卸である魚源さんからですね、ツイッター上でこんな風にですね、カルパッチョなんてどうですかっていうアドバイスをいただいたんですよ。で、早速試してみようというわけなんですけれども、せっかくならですね、全部カルパッチョにしてもちょっとつまらないので、3匹いて半身ずつ使うとして計6通りですね、6通りの調理法を試して、このやや季節外れの、そしてサイズもちっちゃいコショウダイに一体どの調理法が一番合うかと、それを探ってみたいと思うのがこの動画の趣旨です。で、着々と3枚におろしていますけれども、頭とか内臓とかはね、売ってる時にもうすでに取り除かれていたんで、今回は最初からありません。で、6通りの調理法のうち、最初の一つはお刺身でしたと。で、これから試そうと思うのは、まず何よりも魚源さんにお勧めいただいたカルパッチョですね。で、もう半身はですね、洋食に合わせて焼いたらどうかということで、ムニエルを試してみようと思います。でまず3枚におろして、で、ここからその腹骨をすいていって、で、腹膜はきれいに取っちゃいます。でですね、カルパッチョっていう料理についてなんですけれども、これってなんかイタリアの伝統料理かと思いきや意外と新しいものなんですよね。一説によれば、1961年にベネチアのハリーズバーという店のジュゼッペ・チプリアーニさんという人が発明したと。で、しかも元々は魚じゃなくて、生の牛肉を薄くスライスしたものを使うっていう料理だったようで、なんでカルパッチョっていうかっていうと、これがまた面白いんですけれども、15、6世紀の画家であるビットーレ・カルパッチョさんっていう人が、なんかね、その牛肉の色に似ているすごい赤い色を使った絵をたくさん描いていたらしいんですよ。で、それにインスピレーションを受けて作られたっていうのがカルパッチョの経緯だっていうんですよね。で、とりあえずムニエル用のは塩を振って、しばらく置いておいて、ちょっと水分を出します。で、切れ目もこの時につけておいて、で水分が浮くのを待ってる間にカルパッチョ用の半身の皮を引いて、薄く切りつけていきます。でそのねカルパッチョさんの絵ですけど、こんなののことなのかなというのをですね2個ほど選んでみました。確かに赤いということで、これがその牛肉の赤に見立てられて、元祖カルパッチョの発明につながったと。でその後はむしろ日本の刺身文化みたいなのが手伝って魚版カルパッチョができていくっていうね順番みたいですね。はい。で半身からさらに半分に渡した、コショウダイを切りつけていくんですけれども、ですね、これまだ動画では言っていなかったんですが、わちは最近ちょっと結構憧れだった長い包丁ですね、柳刃包丁というやつをですね買ってしまいまして、でもうほぼ初めてと言っていい、この時、使用でして、かなり興奮しながら使っているというわけでですね。とにかくそのわちのような素人が使ってもこれだけ画面でも結構伝わると思うんですけど、断面が明らかに綺麗でですね、ちょっと正直見てる皆さんにはかったるいと思われるかもしれないんですが、少しばかりお付き合いいただきたいと思います。かなりちょっと止まり止まりやっていて、本当はスーッといくのが理想なんでしょうけど、それにしてもね、この一発で引いてギコギコせずに刺身が引けるっていうんですからね、もう本当にちょっとね感動もんでした。でちなみに道具を買いに行った時のことはですね、それも録画してあるんで、また今度ちょっと別の機会にお見せしたいと思います。でカルパッチョ用の切り身をですね、にまず塩を振りまして、そうで胡椒を振りまして、でちょっと混ぜまして、今回はですねソースをかけるタイプのカルパッチョではなくて、味をつけてしまうカルパッチョで、これお酢ですね。でオリーブオイル、でレモン汁とに、をあえてしまって事前に、でそれを盛り付けるっていうタイプのカルパッチョにしたいと思います。でこれはでそう野菜をどうしようかと思ったんですけどね、ちょっと和風っぽい酢も入れたことなんで和風っぽい感じでいこうかなということで、ネギとですね、あとみょうがですね、わちみょうがかなり好きなんで、みょうがをこれたまたまあったっていう事情もあるんですけれども、
千切りに、していきまして、で、こっちにも、ちょっと味を、オリーブオイルとレモン汁と、あと、塩も軽く振ってですね、ちょっと味をつけておいて、で、これを最後盛り付けるようにしようかなと。で、こっちはムニエル用の半身で、水がね、だいぶ浮いてきたんで、それをまず拭き取りまして、これはその臭みの元でもあるということなんで、で、胡椒を振りまして、で、小麦粉をまぶしまして、薄く、はたきながら、つけていって、で、フライパンにオリーブオイルを敷きまして焼いていきたいと思います。で、皮面から入れていきまして、で、皮面でじっくり焼くのが、いいんじゃないかと思っているので、とりあえずこのまま、皮面をじっくりと焼いていきます。で、ちなみに右側に見えたのはパスタなんですけど、今晩の主食は、パスタです。で、だいぶこんな感じで身が引き締まってきまして、で、なんか見てもらえると分かるかどうか、火が通ってる部分がだんだん上の方に上がってきて、で、横側まで白くなっているっていう、それぐらいが目安かなと思っているんですけれども、それでパプリカを付け合わせて投入しまして、で、ここまでもやっても普通にやってれば焦げるとかいうことはないんで、とにかく皮面をパリパリすることを理想にして、で、ちょっとこの後バター入れるんですけど、その油があんまりギトギトしているのもどうかと思うんで、それはちょっと適宜拭き取っていきまして、で、ひっくり返します。これぐらいなら結構美味しそうですよね。で、バターを最後に、溶かしまして、で、ですね、このバターをちょっとかけて、このね、煮付けとかこういうのでよくやる、食材に汁とかバターとかをかけるっていう作業がね、なんとなくわちは好きなんですよね。味が入っていく感じがして楽しいなっていう。で、完成ですかね。この皮じゃない面はもうだいたい皮面を焼いてる時点で入ってるんで、さっとやって終わりっていう感じかなと。で、カルパッチョなんですけれども、ちょっと盛り付けをどうすればいいかあんまり分かんなかったですね。バサッとやっちゃってもよかったかなと思うんですけど、なんとなく並べるのがいいのかなと思って、ただ並べてもそこまですごい綺麗になるってわけでもなかったんで、盛っちゃうのも良かったかもしれないですけど、こんな感じですかね。胡椒ダイのムニエルとカルパッチョで、あとパスタです。で、早速食べていきますけれども、ですね、この日はというか明日もですけど、いつもいるミゲル君は免許更新のため実家に帰っていておりません。まずですね、カルパッチョですが、これはめちゃくちゃ美味しかったです。というのも、胡椒ダイの刺身って旨味は薄かったっていう風に言ったんですけれども、食感がね、なんていうかコリコリというのにもはや近いような、かなりしっかりとした食感があるんですよ。で、それを存分に楽しみながら、旨味の薄さをそのカルパッチョにしたことによる塩とかレモンの味とか、野菜の味とか、そういうので補っていくと。だから言ってみれば、長所を生かしつつ、その弱点を、なんていうか消していくっていうことで、冬の小ぶりの胡椒ダイどうすればいいですかって言われて、魚源さんはカルパッチョどうですかってパッと答えてくださったわけですけれども、専業なりバイトされている方の知識や経験はすごいもんだなと思って、ちょっとですね、正直感動しました。で、続いてムニエルの方なんですけれども、こちらもね、結構美味しくてですね、身にちょっと油がかけてるところがある分っていうことなのか何なのかわからないですけれども、その油を使った焼きっていうのが意外と合っているのかなっていう気もしましたかね。身の味自体もちょっと焼くと感じられるようになってくるっていうところはあります。で、あとですね、焼きっていうことについて言いますと、実はですね、この日の朝、刺身にしたのの片側を使ってですね、塩焼きをやってみたんですよ。その調理のところはちょっと取ってないんですけれども、で、これはわちの工夫としてはですね、酒を多めに振るということで、ね、っていうか塩を振っておいた後、なんなら酒醤油ちょっと浸すみたいな感じで作ったんですけれども、それでふわふわ効果を狙ったんですけどね。割と思惑通りいったっていうか、油がジュージューするっていう感じの塩焼きじゃないですけれども、ある程度噛むと滲み出してくるみずみずしさがある塩焼きに仕上がりましたかね。なんで、和風洋風どっちにしろ、焼きは結構いいんじゃないかなっていうね、結論ですね、わちは。というわけで、この日の胡椒ダイコース、洋風編、プラス塩焼きには、おおむね満足だったなっていう感じです。はいはい、というわけで一夜明けまして、2日目ですね。で、もう、三枚おろしは2回目なんで、ちょっと短めに、済ませますけれども、本日はですね、焼いたら美味しかったと、じゃあ今度は煮たらどうなるのかということですね。まず一つは、煮付けを作っていきたいと思います。で、この骨をつけた方をもうそのまま煮付けていくと。塩を振って、この後油脂もして、
で、切り込みもあらかじめ入れておいてですね。で、しばらく置いておきます。で、こちらの方はですね、ご飯も用意してあるんで、そのまま和食に合わせるということで、カルパッチョが美味しかったから、じゃあ同じ和食で、刺身で味をつける刺身っていうことで、漬け丼にしてみたらどうかと。ということで、腹骨を取って、中骨もこんな感じで落としてしまって、で、皮を引いていきます。でね、胡椒ダイなんですけれども、本当に魚の和名っていうのは、やたらと難しくてですね、なんとかダイっていう名前の魚をかなり多くの魚がタイじゃないんだと思うんですよ。で、ご多分に漏れずこの胡椒ダイもですね、マダイとかいわゆるああいうタイとはちょっと遠い魚で、で、この胡椒ダイはじゃあ、有名な、割とよく知られた魚で言うと何に近いでしょうかって言うとですね、これって知らなくて見た目でパッとわかるもんですかね。わちはへーって思いましたけど、イサキみたいですね。だから胡椒ダイはスズキ系スズキ目イサキ科に属する魚なんだそうです。と知ってイサキと胡椒ダイの姿を見比べてみて、どれくらい似てるかっていうと、あんまりわかんないですよね。というわけで、この刺身をつけていく漬け地なんですけれども、みりんと酒を沸騰させて煮切ってですね。で、醤油と3種類全部1対1対1の割合で、作りました、大体。ちなみにどうでもいい情報ですが、この中指の絆創膏はですね、前日に包丁綺麗だなと思って見入っていたら、なんかよくわかんないうちに切りました。本当に間抜けなことですけど。で、煮付けですが、さっき言ったようにその塩を振って水を浮かしていたものを、まず熱湯に落としまして、その後水に取りまして、残っていた鱗とかね、これ口に入ると嫌な感じなんで取りまして、で、水を適量で、そこに酒を入れて、砂糖を入れて、で、ここから煮立てていきます。で、煮るときはこんな感じで、ペーパーで落とし蓋をしてですね。で、漬け丼の方は、さっき切った刺身を、この酒、みりん、醤油の漬け地に浸して、置いておきます。で、さっきの胡椒ダイの名前の話ですけどね、岩光重隆さんという、画家であり登山家でもある方の学業百珍って呼んでいいのかなという本がありまして、で、その胡椒ダイのページをですね、パラパラ開いていたところ、胡椒ダイっていうのは、これみりんですね、みりんを入れて、で、その後醤油も入れていきますね。ここから味を整えていきます。で、そうそう、胡椒ダイっていうのは、地方名がね、結構ひどい魚だっていうことが言われていまして、長崎県で、胡椒ダイに与えられた名前は、豚の口っていうらしいんですよね。確かにちょっと唇が厚いっていうことなんですかね。醤油これ追加して。で、今度長崎人に出会ったら、必ず鼻の先か、もしくは急所に噛みついてやると、胡椒ダイが怒っているというね。そういうことが書かれておりました。ちなみに胡椒ダイは、他には石川県ではこんもりダイ、宮崎ではとももり、富山ではこちダイ、伊勢では天狗のうちわ、浜名湖ではエゴダイなどなど様々な呼び名があるようです。とそうこうしているうちにですね、だんだん煮付けも出来上がってきまして、で最後に付け合わせのネギですね、これはをこの時は入れまして、あと生姜もね軽くちょっと入れておきまして、で煮詰めていきます。煮付けとかこの手のものは多分煮すぎは禁物で、ただただ身が硬くなっていってしまうんで、適当な手早くやることが料理としては肝心だと思われます。このねとろっとした感じの煮汁がわちは好きですね。あと作り方のコツとしてはとにかく味見ですよね。砂糖を入れたところで味見して、だいたいこんな甘さが自分は好きだなっていうのを覚えたりして、で醤油入れたらまた煮詰まった時の感じを想像しながら味見してとか、そういう感じでしょうか。というわけで出来上がりまして、盛り付けていきます。煮付けの方はこんな感じで、それから漬け丼の方ですね。これ結局ね、漬け地にはね、どれくらいつけたのかっていうに、10分ぐらいだったですかね。煮てる間につけたっていう感じですね。で、本当はなんか乗っけたら美味しいんですけど、そういうのはちょっとなかったんで。で、この味噌汁もですね、胡椒ダイの骨で出汁を取った味噌汁です。というわけで、早速食べますけれども、まず漬け丼ですね。これはね、その調理法が良くなかったっていうよりは、わちの失敗なのかなって思うんですけど、なんかね、思ったほど美味しいと感じなかったですね。なんでかっていうと、味がちょっと薄くて、ご飯が進むっていう感じに意外とならない。で、これはですね、おそらく、漬け地の、配分とか、あと、漬け時間の問題かと思われ、今回ほぼ1対1だったんですけど、醤油をちょっと多めにするとかですね。あともうちょっと長いことつけておくっていうことだったですかね。でも、調理法に関係する面としてはですね、
こうカルパッチョはしっかりした食感が美味しかったのに対して、漬け丼の場合は、まあどうしてもこう、まあ多少冷ましましたけど、だから火は入るような感じじゃなかったにせよ、あったかいご飯に乗せるじゃないですか。で、そうすると、ちょっとこうやっぱり身は柔らかくなるんですよね。だから、この胡椒ダイのこう持ち味であると、まあ、わちが思っていた、こう、コリコリとした食感みたいなものは、結構若干失われる感じになってしまって、そこがね、なんともというところでした。で、今度は煮付けの方なんですけれども、これはね、まあ味としてはまあうまくできたんじゃないかなとね、ネギも意外と合いましたね。そういえば、ネギの味って結構煮汁に溶け出てきちゃいますけど、で、まあ味付けもまあ割と好みだったんですが、なんかね、塩焼きムニエルに比べるとちょっとパサパサ感が目立ってしまって、まあそれもね、言い過ぎだったんじゃないかとか、まあそういう可能性はもちろんありますけど、まあなんか今一つ煮付けとの相性はどうなのかなっていうことは思いましたかね。ただね、皮目は結構美味しくて、こうゼラチン質って言うんですか、なんかこうぬるぬるっとしたね、食感となんかこう油の感じが良くて、そこはね、焼きだとパリッとなっちゃうんで、こう煮付けの、なんていうかこう持ち味ですかね。というわけで、2日間にわたって探ってきた季節外れの小ぶりの胡椒ダイの調理法ですけれども、今回の結論としては、まあ一番良かったのがやっぱりこう、魚源さんおすすめのカルパッチョ。これがなんといってもベストだった感じがしますね。で、まあその次が、まあちょっとこうつけがたかったんですけど、まあムニエルで塩焼き。まあ焼くのが結構美味しいかなと。加熱調理では。で、まあちょっとどちらかというと合わないかなと思ったのが、まあ、煮付けとそのまんま刺身で食べるというやつですね。で、まあ漬け丼もいまいちだったんですけど、それはまあむしろこう、わちの手際だったのかなという感じがあり、ちょっと保留みたいな感じですかね。というわけでまあ今回は、まあ同じ魚を複数ゲットできたということもあり、あとまあミゲル君がいなかったために、まあ一人でちょっとずつ食べるっていうことができたんで、まあこんな感じでやってみました。結構こういう感じでいろいろ調理法を試してみるのはまあ楽しいし勉強にもなったんで、まあまたですね、ぜひやってみたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。